たいね。ドラゴン五目本当に美味しい。ドラゴン五目そば2つ、ちょっと辛めです。もうあれはもう最高です。僕は気に入って隣村から来ております。ありがとうございました。だってお客さんの顔見て、お客さんがごちそうさんとか言ってくれて、もう本当の体の一部で、まあ、当たり前の普通のもう生活というか。どうもすみません。どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。これは豚の背脂です。うちの料理全体にこの基本的なラーメン料理に使うのも全部これをなるべくスープの味が平均になるようにするようにしてます。じゃあもうずっと変わらないんですか、このスープは。そうです。もうこれは基本的なもので、すみません、これは冬だけですので自分の暖房用ですので、夏は仕込みで焼いて。
基本的には地元産の。そうです。佐川町内さんでも何十年も契約農家さんというか、今年もお米がない言ったけど、ちゃんとうちの分は確保していただいて、お米はお客さんが美味しいよう言ってもらいます。心臓の病気した時に店を何日か休んだ時にお客さんが「やめとってよ」って今2時から5時まで休憩いただいちゅうかですけど、それは休んでも構わんけ店はやめとってよ、そういうお声を聞いたらもっと頑張らないかんと思うてやる気はあるがですけども、お客さんがねそう言うてものすごく嬉しかったです。治ってきた時にそうやって言うていただくのが少しでも頑張ろうかなと思って。神戸で一番先修行しよった自分の先輩につけていただきました。49年ぐらい前です。もうあと1年ぐらいで開店して50年になりますので、その時も先輩も独立するいうことで、その時に僕も将来的にもう出すいうことで、ほいたら明星飯店いうが向こうがそういう明るい、僕の方は古月いうちょっとそういう関連的なものでつけていただきました。
はようございます。俺エプロンのことあれエプロン後ろ引っかかってます。ちょうどこれがエプロンのこと今日お借りちゃう。そこに置いて。よいしょ。これ多分ね。中華料理屋さんを開いて最初の反応とかはどんな感じでしたか？はい、もう早速50年ぐらい前ですので、今はまあポピュラーというか、そのエビチリ、麻婆豆腐、いろんなこのあれですけども、帰ってきた自分はもうよく出て、野菜炒め、八宝菜、酢豚、もうエビチリはこれ何というような感じで、こんな辛いもんとかいうような感じなんですけど、ただそのうちはカツオのたたきらでニンニクの文化が結構あったもので、そのエビチリなんかを結構早めに受け入れられたみたいですけども、本当にしばらくの間はもうみんなそのエビチリって何、麻婆豆腐って何っていうような関係をさすが50年、特にこの市内の方はもっとあったかもわからないですけども、佐川はそんな感じでした。それを長いこと地元のお客さんに可愛がっていただいて、今までなんとか続けるようにできてます。はい。おはよう。おはようさん。これが乗られた方が僕のもう一番頼りになる本当の右腕というか、もうおらんと困る。下手したらうちの息子よりおってもらわないかも。今日何個やろうね、何個やろうね。
安いうちに大量に買ってストックを作ってちょっとでもっていう感じで。やっぱこの中華を目指そうって思ったのはお父さんがきっかけですか？きっかけは父でしたね。うん思われてずーっと父の背中見て。本当お父さんの背中を見て育ってなろうみたいな。ちょっとうん憧れを持ってやってたんですけどね。結構あれですよね、修行もなんかされよったみたいで、あイオンのね、はいイオンのとかで、7年ぐらいお母様が言われよって、はい私が体のことがあってもう急遽帰ってきてもらったんよとは言われよって、ちょっと、そうですね。でも結構長いこと向こうにも行かせてもらったんで、まあちょうど天気やと思ってなんかちょっとお母様もうちょっと修行したかったのかもしれんけどなとはちらっと言われたんですけどね。まあでもどっかで区切りはつけるべきだったんで、ちょうどタイミングに帰ってきたと思います。もうけどじゃあお父さん見ながら勉強って感じですか、今もまだまだ。そうですね。やっぱもう父の店なんで、やっぱ親父の背中を見て、ちょっとずっと周りを覚えてですかね。ドラゴン五目そば2つ、1つ辛めです。はいよ。なかったかね。はい、こちらドラゴンゴム辛めの方1番さんね。
どうぞ。定食が2つと73万の定食。すごいボリュームがありますね。めっちゃあんもいっぱいかかってて。美味しいです。から行こうかね、豚から。まだ、ただ味でボルトといかん。小さいからなんてことです。天気は誰豚がメニューだからね。豚がメニューだから今日は。はいはい。はい、ごめんなさいね。すみません。はい、それでお待たせしました。はい。豚肉の薄い炒めから卵炒め。卵と。お酒。よく来られるんですか、こちらには。はい、よく来ます。そうなんですね。いつもなんかそういうランチとかを頼まれるんですか。多いですね。おすすめのメニューとかありますか。天津飯、これも美味しいです。はい。提供時間も早くて、仕事の休憩中に食べに来てます。お腹いっぱいになって、すぐ仕事に戻れるという。
個もっとライスの分メイン。五目ダーツさんまさんです。ありがとうございました。ありがとうございました。100円のお返しですね。はい、すみません。どうもすみません。どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、ございます。ここもお得意さんやけ漬物抜きとトマト抜きやけかってちょっとその代わりのサービスさっき朝言うたやつ、はい。もう本当にみんな地元にてのお世話になってますのでちょっと気持ちが抜きとかの時は。はいどうぞ。はい、はい、ごめんね。いったかな。最初。はい、はい。これこのままではもう。じゃあ、はい。はい、定食2つ、1つ小です。
はいよ、ありましたよね。3番さんです。はい、痛いね。よっと。はい、すいません、お待たせしました。これどう？今日は何を頼まれましたか？唐揚げとかいろいろメニューは決まってないけど、今日は一番下の子が餃子が食べたいっていうので来ましたね。ここのお店の魅力って何ですか？ご飯が美味しいとこ。ご飯食うでこれやみたいな。一つずつね。はい、ありがとう。はい。なんだかね。唐揚げと五目はるかちゃんね。はい、唐揚げの部分があるから。本当にここの五目美味しいです。本当に美味しい。だから今日はたまたまちょっと違うメニューしましたけど、大体五目そば、餃子、ライス。もう鉄板なんですね、それが。それが一番ね、組み合わせ、ベースの組み合わせですね。もう本当にね、美味しい五目そば。もう騙されたと思って皆さん食べてください。夜ところ。じゃあお願いします。はい、ドラゴンゴムと中華飯ご飯少なめね。お味はどうですか？お味はもう最高です。僕は国って僕は隣村から来ております。そうなんですね、隣から。
温まりますよね。そう寒い時本当は。まあ辛いですけど、しんちゃん言うてここの主人のもう知り合いでそんなことで出入りしてる。あ、そうなんですね。定食ドラゴンミニね。ごちそうさまでした。チーズは年型やったら。はい、どうぞ。はいよ。麺型もらいます。はい、お願いします。はい、ありがとう。今日は何を頼まれましたか。チーズタンメンとミニ焼き飯ですね。めちゃめちゃ美味しいですよ。そうなんですね。20年ぐらいはもう。 20年ぐらい通われてるんですね。はい。じゃあ若かりし頃からずっもうそうとですね変わらない味ですか。はい、もう全然それ変わらないです。へー。このお店の魅力って何ですか。その20年ぐらい通われてる。やっぱ味ですかね。味とこのアットホームな空気だと思います。はいご苦労さん。ありがとうございます。よし。中学卒業して調理師学校に行って和食洋食中華3部門があったからです。そんでその約50年前ですので、その中華がもう珍しいお腹がいっぱいになる変わってるいうことで、その調理師学校の時に中華の方に行くように志して、はい、するようにしました。甘酒もこれも全部うちの手作りです。この間ちらっと聞いたら自分
大体最初うちは五目そばがラーメンの中でもおすすめで、それと四川の昔からの担々麺という辛いラーメンがあります。でそれのお客さんが両方五目が好き、その辛いのが好き、これなんとかならんかいうことで、ほんで試行錯誤していろいろやって、そのドラゴン五目という辛いのがお客さんの意見を取り入れてできたからです。ドラゴン五目というのは上にあんがありますので、それとちょっとまろやかになって結構もうそちらの方を頼んでくれるというふうになってます。鶏ガラでも直で仕入れても今もう仕入れがすごく下手したらコロナの自分よりしんどいかも分かりませんね。毎日ですね、この油も高止まり、お客様はねありがたいことに結構リピーターさん来てくれて頑張ってますけども本当にしんどい時代になりました。はい。もうやって当たり前、もう体の一部というか、朝起きてスープ取ってやってお客さんの顔見てお客さんが「ごちそうさん」とか言うてくれて、もう本当に体の一部というか、当たり前の普通のもう生活というか、そういうもうですね、そういう感じです。ありがとうございました。ありがとうございました。またのお越しは。